うまっ。味噌うまっ。これはこれキュウリつけても美味しいよ。めちゃめちゃうまいね。美味しいでしょ。GQ ジャパンをご覧のあなた、お世話になってますスーパービーバーです。スーパービーバーです。ということで、はいテンエッセンシャルズ。はいはい、なんで笑ってるのかというとテイク2だから。テイク2はいということで我々スーパービーバーにとってなくてはならない10個のアイテムですね、を紹介していきたいと思います。それでは始めていきたいと思います。最初のアイテムは納豆です。ライブ前ね、必ず納豆置いてあるんですよ。我々の4人とも食べてますそう、4人とも納豆好きで、もともとツアかわいそうー中に僕らだけじゃなくもちろんスタッフさんの分もこうケータリングを用意していただいている時にある日突然納豆が用意されてた時があったんですよ。そうだね。そこの時のテンションの上がりようがすごくって、食べ物を用意していただいているなんていうのはここ最近5年ぐらいのもので、最近の話だよね。そう生意気な話ですすごい生意気な話ですけど、お弁当がね現場に置いてあるなんて、食うな食うな、せっかく用意していただけるなら納豆あったら嬉しいよということを言わせていた、我々が初めてわがままを言ったのがもしかしたら納豆かもしれないなということで、デフォルトのさ、あの状態で美味しく食べるにはってなると3、4回しぐらいしかしないっていうこだわりはあります。結構ね、推奨としてはあるある10回以上みたいなの聞けますけど、上杉さんは混ぜないタイプですね。あんまり混ぜない。はいはい。すごいね。じゃあ最後藤原さん、はい。納豆に対してのね気持ちを一言いただいてもいいですか。気持ちですか？はい。特にないです。以上です。次に紹介させていただきますアイテムは私ボーカル渋谷のこちらでございます。どうぞ。はい、アロハシャツです。作りとか年代とかもう気にして買うようになったのはアロハが初めて。こちらはサンサーフの100トラの柄ですね。おそらく13、4色重ねてるっていうね。マジ？こっちは最近ハマってるニポアロハ。はいはい。というブランドのアロハシャツでございますけども、比べてみても全然違うですね。もの自体も生地自体も違えば、ボタンもこっちはバンブーでこっちがシェルでみたいなね、こういう手が込んだものすごく好きで、しかもやっぱルーツが日本にあるっていうのがすごくドキドキするポイントの一つではありますね。この100トラが作られたのが1950年代なんですけど、一応着られる範囲のお値段で手出せるものっていうふうに考えてるんですけどね。ライブで着てるやつは中古で5000円とかなんですけどニッポンアロハもね着てる時あるよね。ニッポンアロハは大きな舞台でやるとき一緒にコラボでシャツ作らせていただいたりとか、自分たちのライブにとってもなくてはならないものに通じているのかなと、そのように思っております。続いて、ギター柳沢のアイテムはいいぞいいぞ、こちらビールです。何かが一段落した時とか今日はもう終わりっていうスイッチにもなるなって思うし、ひとまず一旦いただきます。いいなあ。いいですね。うまい。スーパードライは一番好きですね。そもそも両親がスーパードライを飲んでいて、自分が飲めるようになった時に最初に飲みたいビールっていうのはもうスーパードライっていうのがあって、飲みたいって思った時のやっぱ喉越し一番美味しいなって思います。最初の一杯はまず必ずビールで、日によりますけどしばらくはビールですね。本当は最後までビールでもいいんですけど途中で買いますね。でもすげえ弱まったね。何なんだよ。ビールへの愛情が急に弱まった気がする。藤原もビールですかね。柳沢と一緒に。僕最初から最後までビールなんで。そうだよね。確かにビール。ビール以外飲んでるの見たことないかもしれない。本当に何年も飲んでないかもしれない。ビール以外の酒。あ、じゃあ俺じゃなかったこれ。いや、もしかしたら柳じゃなかったかもしれない。俺じゃなかったのかもしれない。どうした？今何時？今ね12時37分。続いてのドラム藤原のアイテムは時計です。僕キャリーってアパレルのブランドの人と仲いいんですけど、そのお世話になってるお兄さんたちがもともとこのヴィンテージをつけてて、値段がちょっと高すぎるから一生懸命現行品をこれお店に10回以上通ってマジなんですよ。でしかもいろんな店舗ね。けど僕10何回目行った時にその日は入ったらもう入り口に女性の店員さんがいて「あっ!」って指さされて「え今日ありますよ」
覚えられてるこちらへどうぞっつってそれで変えたの自慢してた俺いやなんかでも常にこう顔の前にめちゃくちゃ自慢してんじゃんすげえ何も言わないけどそうあれでうわごめんこういうそれはちょっと鼻につくね続いてベース上杉が紹介するアイテムはこちらインディアンジュエリーです。自分のベースを一緒に作っていた、サイケデリズムという、恵比寿にある工房がありまして、でそこの作ってる人たちがもうみんな、インディアンジュエリーが大好きで、単純にファッションだけではなくて自然であったりとか人と人のつながりとかそういうようなものを形にしているものであって、これはアーニー・リスターっていう巨匠の作品ではあるんですけど、ターコイズの中でも世界でハット1個分しか取れなかったっていうランダーブル鉱山の石をまず手に入れることからやって、自分でアーニー・リスタとコンタクトを取りアメリカに送ろうやったら石の形に合うバングルを、作ってくれて、指輪2つつけてるんですけど、であとこのネックレスはこれはクレンドン・ピートっていう人が作ったやつで、クレンドンの作品を別のものを買ったら話を聞きつけたクレンドンがいきなり僕にSNS のダイレクトメッセージを送ってきてスーパービーバーの T シャツ着てピースしてるんですよ。なんだこれと思ったら、君の作品をつけてやってるミュージシャンがいるって言って、君のバンドも見つけたから T シャツ買ったよみたいな感じでせっかくだからこの縁もあるからって言って1個ネックレスを作ってくれって言ったら、このネックレスを作ってくれたっていう感じですよね。でこれらを毎日つけていますっていう感じです。やりますね。はい、ということでボーカル渋谷の続きましてのアイテムは立川男子です。自分の生い立ち、ルーツ、そしてバンドの MC であったりとか、っていうものに一番大きな影響を与えたものが個人的には落語なんじゃないのかなっていうふうに思っております。末広亭寄席ですねが家の近くにありまして、身近なエンターテインメントとして落語っていうのが結構近くにあったんですよね。でその中でもやっぱり自分が一番興味を持ってこうやって DVD ボックス買ったり、一番聞いたのが談志なんじゃないのかな。こんな風にしたら人が話を聞いてくれるんだとか、こんな風に話したら人は話に集中してくれるんだとか、そういうところをねすごくたくさん教えてもらったような気がしてます。一番好きな話は高野高尾ですかね。古典落語の人情話というところになるんだと思うんだけども、この話の内容もすごく好きだし、この古典の演目っていうのをやる人によって色がガラッと変わるんだけど、その中でも俺は談志のやる高野高尾一番好きなので高野高尾ですかね。はい、ギター柳沢の続いてのアイテムは帽子です。年々こう髪の毛をセットしたりとかが億劫になって、おじさんになってた。やめなさいよあと、ライブの日はこう髪の毛を自分たちでこうある程度セットしたりするんですけど、それ以外の時気づいたら毎日帽子かぶってるなっていう風に思ってて、服は今日服買いに行こうって思って買いに行くんですけど、帽子はそんなつもりない時に結構ちょこちょこ買ってしまってるっていうことに気づいて、これとかもそうなんですけど、これ普通にいろんな食器売ってたりとか、なんかこうちょっとした家具が置いてあるお店でたまたま夏の時にこういう帽子があって、夏に厚手のをかぶるとそれは当たり前ですけど暑いから今のくだりはいらなくない？いやこれ違うの、毎日というかほぼ帽子をかぶるっていう生活をしてやっと気づいたの。服がその夏冬ちゃんとあるように、夏の似たような形の帽子、冬の似たような形の帽子っていうのがやっぱ欲しくなるっていうことに気づいて、それからなんかすごく帽子が増えました。でもう本当にいろんな種類の帽子があったので、よく考えたら今俺帽子ないと無理かもしれないと思って今回選ばせてもらいました。禁断症状まで出ちゃった、はい、じゃあビールと一緒だね。そうね、禁断症状出てないんだ出てないですよ。続いてドラム藤原のアイテムはスニーカーです。もともとすごい10代から好きだったんですけど、新品買うじゃないですか。で靴ひもがこの辺とかしか取ってなかったりとか、通ってたりとかもあるけど、
それをこう一回全部抜いてこう靴下家で履いて上から通すとか下から通すとかあるじゃないですか紐、自分のこの靴に合うなっていうお気に入りのあれをこうやって自分の足にぴったりはまってこう2足揃った時にすっごい気持ちいいんですよあ、俺今幸せだなっていう。これは今ツアー僕らライブでやってて、何かそうライブとかきっかけでなんか靴買うとかも面白いなと思って、もともと好きなんでいろんなタイミングで買ってたんですけど、なんかあえてそういうタイミングとかで買ったことなかったんで、広島のオフビにスケートショップのチャーリーさんってお店に行って買いました。結構もう一生分ぐらいはあるよね。少ないかまだ。あ、全然上じゃない？あ、そうだよね。何年生きるつもりなの？続いてベース上杉がご紹介するアイテムはこちら、上杉家秘伝の手前味噌です。うちの親父が味噌であったり梅干しであったり自分で作るのハマってまして、そばも打ったりとかもう10年以上作ってるんじゃないかな。もう最近3種類味噌作ってるんですけど実家でうちの味噌の特徴としてはその麹の量が一般の味噌の2倍使ってるっていうので、だからちょっと甘みが強め、旨みが強め。今日もここに来る前にそれこそ納豆とご飯と目玉焼きとこの味噌で作ったお味噌汁をいただいてから入りしてますけど、これ自分の健康には欠かせないものかもしれないです。うまっ。味噌うまっ。これはこれきゅうりつけても美味しいよ。めちゃめちゃうまい。美味しいでしょ。本当に手前味噌ですが美味しいんですよ。そうですね。そうやって使うんですね。そうです。続いてのアイテムはこちらです。はい、自主制作版です。結成して3年ぐらいでメジャーデビューを経験してるんですけども、2年間ぐらいですね終わりになります。でそっからどうしようかってなった時に自分らだけで活動を要するに始めたんですよね。借金して車買ってもう本当に今まで行ったライブハウス全部自分たちで回って僕らだけでやるようになったんでっていうことを、当時ね打ち上げとかもそうですね。出るなって言われてた。でそこに正直何の疑問も持ってなかったんですよ。でもやっぱりちゃんとライブハウスの店長と喋ったりとか、ちゃんと面と向かって腹割って話した時に、じゃあ俺らがちょっと応援してやるよぐらいな関係値っていうのは本当にこの版を出すちょっと前ぐらいからでき始めて、今も変わらないんですけど、この変わらないスタンスができ始めた時期、ライブを回ってる時にようやくやっぱ新曲を作っていきたいよねってなって、やっと CD 作ってみないっていう発想になって、ちょっと待てよ CD ってどうやって作るんだってなって、メジャーにいた当時っていうのはもう気がつきゃできてたような部分って正直あったんで、知らない間にプレスされていて製品ができてるっていうようなことだったんですけど、やっぱその工程一個一個自分たちで仕入れたっていうのは今でもやっぱ生きてますよね。あ、こうやってできてるんだもんなこれっていうものに対したり工程に対したり、もう詰まるところ人に対しての感謝っていうのの矢印っていうのが明確になりましたよね、そのおかげで。我々スーパービーバーの10エッセンシャルズいかがだったでしょうか。はい、やっぱ物にまつわる思いであったりっていうのは、人となりであったりとか、歴史っていうのもすごく分かりやすかったんじゃないのかなと思いますんで、改めてそうだよなみたいな自分たちで思ったりもしましたね。はい、スニーカーは出てきませんかということで10エッセンシャルズ以上スーパービーバーでした。またお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。